せっかくの約60メートルなのにちょっともったいなくない？って報じられているのよ。リユースってむしろお金がかかることも。シグネチャーパビリオンだ。あれもリユースされるの？こんにちは、〇〇のエキスポラボです。このチャンネルでは2027年横浜花博を中心に情報発信しているわ。最新情報は主に X やノートで発信しているよ。フォローもお願いします。大阪万博のシンボルだったあの世界最大級の木造建築大屋根リング、その木材が横浜で約60メートルの塔に生まれ変わろうとしていて、お隣の県ではまさかの花壇になることが決まっているの。花壇？あの巨大なリングが。同じリングの木材から塔と花壇ってそんなに差がつくものなの？しかも今日分かっているだけで5つの全く違う姿に生まれ変わろうとしていて、中でも一番多くを受け継ぐのはその塔でも花壇でもない全く意外な場所なの。塔でも花壇でもない？どこ？それは最後に一番びっくりする話として取っておくわね。今日はこの大阪万博が横浜や全国に形を変えて受け継がれていく話を3つの見どころで追いかけるわ。1つ目はなぜそんな姿になったのかという理由、2つ目は登れる登れないみたいなみんなが気になる素朴な疑問、そして3つ目がさっき言った一番意外な場所。ここは本当に最後まで見てほしいの。了解。じゃあまずその大屋根リングってどれくらいすごいものだったの？全周およそ 2km、使われた木材は約 2.7 万立方メートル。計算すると小学校にある25メートルプールおよそ70杯分に相当する量なの。70杯分？想像もつかない量だ。それ万博が終わったら全部そのまま横浜に来るの？いいえ、そこが一番の誤解ね。横浜に来るのはほんの一部よ。しかも再利用は当初全体の約4分の1を見込んでいたと報じられていたけれど、2025年12月時点の報道では木材価格の下落で引き取り手が想定ほど集まらず、およそ8分の1にとどまるという見通しも報じられているの。当初の計画の半分ほどにとどまる見通しなんだ。それでもリユース工房を通じて全国へ渡る木材は約4000立方メートル。今のところ18都道府県46の団体への譲渡が決まっていて、最終的には60以上に広がる見込みなの。割合も量も回数だからきっちりした計算とは少しずれるけれどね。60以上？じゃあ今日はその中からよりすぐりの5つってことだね。第1話、鹿島建設の鹿島ツリー。約660メートルのタワー、完成予想図を見たことあるよ。あのリング全部使うの？鹿島が取得したのはリング全体のたった約 3% だけ。解体された木材は群馬県館林市で保管して強度試験や補修を施した上で構造材として使う予定なの。たった 3% であの迫力？でもあんな高い木の塔、地震で大丈夫なの？そこで登場するのが木材と鋼製の制振装置を組み合わせた独自の組木制振システムなの。木の建築と最新の制振技術を組み合わせているんだね。ねえミケ、みんな絶対気になってると思うんだけど、約60メートルのタワー登れるの？上から横浜花博の会場を見下ろせたりする？いいえ、登れないの。これは報道でもはっきりそう明言されていることなのよ。塔の中を見学したり展望台のように登ったりはできないの。せっかくの約60メートルなのにちょっともったいなくない？でもがっかりするのはまだ早いわ。鹿島ツリーは東京タワーみたいな登る塔じゃなくて、下から仰ぎ見て足元をくぐり抜けて木の建築の圧倒的なスケール感を体で感じる、いわば見るための塔なの。なるほど、登るためじゃなくて見上げるためのランドマークなんだね。第2話は開催地元神奈川県の選択。鹿島とは随分対照的なの。神奈川県はリングの木材を屋外庭園の花壇やウッドデッキに再活用する予定なのよ。鹿島に比べると随分控えめな使い方だね。それで何を作るの？立派なパビリオンの柱とか？いいえ、花壇の縁材やウッドデッキとして使うだけ。パビリオンの構造材には使わない予定なの。花壇やデッキか。なんだか地元なのにもったいない気もするな。ねえミケ、神奈川県ももっとたくさん木材を使って立派なものを作ればよかったんじゃないの？実はなぜ花壇やデッキ止まりなのか、神奈川県は理由を公式には説明していないの。だからここからは一般論として聞いてほしいんだけど。聞きたい。
あの火事までさえ木材に強度試験や補修を施した上でようやく構造材として使う予定なの。しかも解体費用まで含めると新品の木材を使うより高くつく場合があるという指摘も工務店の声として報じられているのよ。リユースってむしろお金がかかることもあるんだ。そうだから構造材としてのリユースはそれだけハードルが高いということなの。花壇やデッキは来場者が実際に触れられる形で確実にレガシーを残す方法とも言えるわね。さてここまでは横浜での話。実はここからが今日一番伝えたい本題なの。さっき言ってた最後の一番意外な場所？そう木材は横浜だけじゃなくて全国そして被災地へも渡っているの。高知県や関西大学それに企業にも渡っていて、中でも清水建設は花博会場の出展施設清水森の町に約150立方メートルを使う予定ですでに起工しているのよ。花博の会場そのものにもあのリングの木材が使われてるんだ。でもそれでも一番ってほどじゃなさそう。そう万博協会が公表している主な譲渡先の一覧で一番多いのが石川県珠洲市1191立方メートル。横浜のどの譲渡先よりはるかに多いのよ。珠洲市って令和6年の能登半島地震で大きな被害を受けたところだよね。そう珠洲市大谷町で整備が進む復興公営住宅仮称大谷町団地。全40個の柱や梁にこの木材が使われる計画なの。大和ハウス工業などと坂茂建築設計のグループが事業者に決まって2028年の完成を目指していよいよ計画が具体的に動き出しているのよ。万博のあの木材が被災した人たちの新しい住まいの柱になるの？万博という非日常のお祭りを作った巨大建築の資材が単なる記念碑としてじゃなくて人々の暮らしを支える恒久的な生活インフラに生まれ変わる計画なの。なんだか胸が熱くなるね。見上げる塔だけじゃなくて誰かの毎日を支える柱になろうとしているなんて。これが大屋根リングの物語の中でも私が一番伝えたかった場面ね。第4話はまた横浜に戻ってくるんだよね。そうよ。今度は大屋根リングじゃなくて大阪・関西万博の2つのパビリオン TSP 太陽という会社が施工を手掛けているの。1つ目はアイルランドパビリオンの米松のルーバー材約1000本。これを再利用して隈研吾さんのアドバイスを受けて設計された全長約92メートルのメインゲートを作る計画なの。来場者が最初にくぐる入り口に万博のパビリオンの木材が使われるんだ。2つ目は ORA 会食パビリオン宴の屋根鋼材を転用した柱のないレストラン。入り口もご飯を食べる場所も大阪万博が形を変えて受け継がれていく計画なのよ。第5話は木材じゃなくてコンセプトそのもののリユース。メディアアーティストの落合陽一さんが大阪万博で手掛けたパビリオンぬるぬる覚えてる？シグネチャーパビリオンだ。あれもリユースされるの？まず第1弾が横浜みなとみらいのランドマークプラザ5階に常設シアターぬるぬるネクサスが2026年10月開業予定でチケットはもう販売中なの。そして第2弾がグリーンエキスポ2027の里山ビレッジで公開される新作テトラヌルよ。2027年3月の公開予定なの。木材だけじゃなくて体験そのものが受け継がれていくんだね。専用アプリミラードボディを使えば大阪万博で作った自分のデジタルアバターを横浜の常設シアターや花博会場でも呼び出せる仕組みなのよ。ここまでの5つまとめてみましょう。鹿島の鹿島ツリーはモニュメント、神奈川県の花壇やデッキは日常、珠洲市の復興住宅は生活インフラ、ゲートとレストランはにぎわい、そしてテトラヌルはデジタル。同じ大阪万博の木材やコンセプトからこんなに違う5つの姿が生まれようとしているんだね。そして一番多くを受け継ぐことになったのはやっぱり被災地の珠洲市だった。そう、大阪万博は終わっていなかった。今も横浜や全国で5つの形に受け継がれようとしているのよ。最後に一つだけ聞きたいんだけど、リユースにお金をかけるのは税金の無駄っていう人もいるよね。そう考えるときはリユースにかかる費用とその意味の両方を見る必要があるわ。廃棄を減らして資材を生かせる一方、再利用には解体や検査、運搬の費用もかかるの。
全部無駄でも全部美談でもなくて、費用も含めて考えるべき理由のある選択なのよ。なるほど、そう考えると花博の見え方が変わるね。本日の詳細はノートの記事にまとめてるわ。高評価、チャンネル登録、ハイプもよろしくお願いします。ノート、X、スレッズ、インスタグラムもフォローよろしく。画面の QR コードからどうぞ。みんなご一緒に地球と先に行こう。横浜グリーンエキスポ、盛り上げていきましょう。またねー。